コウタです。タイです。今回はマレーシア移住前に知りたかった17のこと、マレーシア移住完全版についてお送りをいたします。それでは行きましょう。Let's get started! 世界移住チャンネル。今回は前回好評いただいた海外移住初めてするならマレーシア一択のこちらの動画の続編となっているので、ぜひこちらも合わせてご覧ください。この動画はマレーシア移住について完全解説していますので、ぜひ最後までご覧くださいね。それではマレーシアに移住する前に知りたかった17のこと、その1つ目は日本人が移住したい国15年連続ナンバーワンということです。これはね、住んでみた我々からすると納得だよね。納得。住みやすいからね。とにかく住みやすいと。そんなになんか初めて来ても戸惑うことなく、多分そう戸惑うことなく住めるかなと思いますね。特にね、多民族国家なんであんまりね、他人のことに干渉しないといういい文化がありますので、その人はその人っていう感じであるんで、すごく住みやすいし、何より気候が安定していると。そうだね。食事もありとあらゆる食事というか、いろんな国の食事もあるし、あとやっぱり環境きれい、比較的東南アジアの中では綺麗な方かなと思うので、その理由もね、続々これからお話ししていきたいと思います。それではマレーシア移住前に知りたかった17のこと、その2つ目はクアラルンプール周辺とそれ以外の差が激しいということなんです。そうやね、都心は都心って感じだね。これもしかしてクアラルンプールだけ来て、わあすごいこういった国に住みたい、マレーシアいいなと思って、じゃあちょっと他の別の都市もね、行ってみようかなと思って行ったら全然違ったっていうケースがあります。だから、どの都市を選ぶかっていうのが非常に重要です。マレーシアは非常に近代的な都市であります。自然と融合してて非常に暮らしやすい。でもやっぱりそれ以外の都市に行くと、自然は確かに素晴らしいんですが、ちょっとね、やっぱ田舎感があったり便利さがなくなってたり、あるいは清潔度がねちょっと落ちてたりというケースがありますので、これはよくプチ移住みたいなのをしたりとか、少し旅行でね長めに滞在して決めていただければというふうに思います。マレーシア移住前に知りたかった17のこと、3つ目、初めての海外移住ならクアラルンプール周辺がおすすめですよと。我々はクアラルンプールとサイバージャヤというところとコタキナバルというね、東マレーシアボルネオ島と言われるところにある都市に住みました。もちろんマレーシア国内もいろいろ旅をさせていただきました。結論としてクアラルンプール周辺が圧倒的におすすめですよということですね。特に、クアラルンプールは本当に高い高層ビルがたくさんあって、ショッピングモールもたくさんあって、日本食屋さんもたくさんあって、日本とほぼ変わらない生活ができる。スーパーもね、イオンとかもあったりしますし、できるのにもかかわらず、生活費は住居費とかは安いという形で、とても快適に過ごせるなというふうに思いますので、もし初めてだというんであればクアラルンプール周辺がおすすめかなというふうに思います。それではマレーシア移住する前に知りたかった17のこと、4つ目は突然降り出すゲリラ豪雨がものすごいと。これちょっとね、こちらをご覧いただきましょう。びっくりするよね。はい、ますます地獄のような感じになってきました。この世の終わりで雨が激しく叩きつけております。そうですね、このゲリラ豪雨、スコールというふうに呼ばれてますけれども、これがほとんど毎日降ります。だいたい夕暮れが多いんですけども、夕暮れにバーッと降って、もうその間は傘が意味がありません。傘がほぼ意味ないぐらい降って、でもですね、安心なのはだいたい30分もどこかで雨宿りしていると、だいたい止んでくると。で止んだらまた以前のような晴れが続くという形で、実は雨量は東京より多いんですね、雨の量。だけど降ってる時間は短いということで、割と予定は立てやすい。そうだね、一瞬だけだからすぐやむやろうと気持ちでちょっと待とうという形であれば、待ってれば大体やむという形になります。雨のおかげで空気もきれくなる。そうなんでね、それは結構でかいね。それではマレーシア移住する前に知りたかった17のこと、5つ目は災害の危険が少ないと。これ結構でかいかも。でかいですよね。特に日本はね災害国家と言われていて、地震もありますし台風も来ると言われている中で、このマレーシアは非常に災害の少ない国というふうに言われています。もちろん全くゼロではないんですが、他の国と比べたらはるかに少ない
いうのが特徴です。地震も洪水もそないしね。まず大地が安定している、洪水はね実は若干あるんですよ。日によってはというか本当に集中して降ると、でも人の被害出ることはめったにない。だって津波みたいなのないでしょ。津波もないですね。というのは、地形を見てもらえばこれ地図出てると思うんですけど、いろんな島国に囲まれてるんですね。インドネシアだったりフィリピンだったりということで、いろんなところがブロックしてくれて津波とかがない、さらにはフィリピン経由で台風が来てもすごく弱まってマレーシアに来るので、ハリケーンみたいな被害もほぼないというような形なんで、非常に災害のリスクは少ないということで、その意味でもちょっとね安心かなというふうに思います。冬もないからね。そうね、豪雪とかもないし、そうね。それではマレーシア移住する前に知りたかった17のこと、その6つ目は日本人が結構住んでいるということなんです。確かにめっちゃ多い。結構多いですよね。統計によるとですね、だいたいマレーシアにおける在留邦人は2万5,000人から3万人というふうに言われています。でその中でもクアラルンプールが圧倒的に多くて、これは1万人以上の方が暮らしています。で次に多いと言われているのがペナン島ですね。そうなんや。ペナン島が、マレーシア半島マレーシアと言われるすぐね北の方に属しているところですけど、そこに4,000人5,000人という方々が住んでいます。だからスーパーに行けば大体日本食ありますよね。ある。味噌も買えるしね、カップラーメンみたいなのも買えるし、おやつもあるし。そう我々日清のラーメンの袋をね、買ってきて、あと野菜とかぶち込んでね料理したということはよくやってましたね。スーパーカップもあるし、モーもあるし、すげえ。カルピスバーもあります。カルピスバーが700円。ガリガリ君、はい、700円です。約キットカットはまあまあ安いけど6個かで、ちっちゃいやつか。で特にクアラルンプール周辺で住んでいるのがモントキアラという場所なんです。ちょっとこれも有名だね。動画があるんで見ていただきましょう。はい、こちらがモントキアラという一番外国人が多く住んでいる、日本人も本当にたくさん住んでいる地域になります。すごいやっぱり高層ビルが立ち並んでいて、生活に何の不便もないなというような印象の街であります。マイアミの中心部っていう感じで、すごい暖かくて高層ビルが立ち並んでいると。ほとんどだから住居ですよね。ここがクアラルンプールから約車で20分ぐらいついていれば、混んでると1時間近くかかるという場所に多くの日本人が住んでいます。でこの動画を見ていただくとすごいなと、高層ビルばっかりだなというふうに思うかもしれませんが、この光景が結構クアラルンプール周辺は当たり前になりつつあるということで、安心して住めるのがまさにこのクアラルンプール周辺であると。それではマレーシア移住する前に知りたかったことの7番目は治安が良いということです。間違いない。これ気になっている方が多いと思うんですけども、本当にご安心くださいという感じなんですね。これは、シンガポールそしてタイと並んで非常に東南アジアの中では治安がいいです。本当にそう。ですから、タイミさんがね夜を一人で歩いてもそんなに問題はない。特に大通りだったらね、人通りがあるところだったら問題ない。もちろん外国なので注意は必要です。そうやな、日本ほどは日本の基準で考えるとどの国でも日本はとにかく世界一なんでそこの基準で考えないとして、スリとかはあるみたいですね。だからそういったものを気をつけていただきたいんですが、人の被害、暴力的な被害というのは比較的少ない、非常に少ないというのがマレーシアの特徴です。何回も住んでるけど一回も怖いことあったことないね。そうね。ただお子さんいらっしゃる方はやはり安心とは言ってもやはり目を離さないというのはもちろんね、これは日本でもそうですけどやっていただければなというふうに思います。それではマレーシア移住する前に知りたかったこと、その8つ目は税金が有利と間違いないいうことなんです。税金はですね、例えばこの日本では住民税 10% 取られますが、こちらマレーシアではなんとゼロ。すごいね。です。でなおかつ所得税も最高 30% 程度。日本の場合は、高所得者になると 45% になるので、半分近く持ってかれる。そうですね、合計 55% が日本の個人の最高税率になりますが、マレーシアでは 30% 程度ということで、非常にお得ですよということです。でさらに株式の譲渡税ですね。これは日本では約 20%、20.315% なんですが、マレーシアではなんとゼロと。すごいよね。だからマレーシアで会社作って、もし会社を売却したら丸まま利益っていうことですね。
さらには株式市場だったりすると、無制限 NISA みたいな今で言うね、もう永久に税金がかかりませんみたいな感じではあるんですが、近年ね、未上場の会社が課税されるようになったり売却がされるようになったりしていろいろ複雑になってきていますので、ぜひ税金に関しては最新情報をチェックしてください。いずれにしても税制面で非常に有利ですよということで、もしね起業家の方、高所得者の方はちょっと検討してもいいかなというふうに思います。はい。それではマレーシア移住前に知りたかったこと、9番目はかなりの IT 国家だということなんです。パソコン家に置いてきた。パソコン家に置いてきました。カフェで仕事しようと思ったのにパソコン家で。はい、パソコン、大事なパソコンを、すぐそこだから取ってくる。取りに行っていきたいと思います。インターネットについて心配する方もいらっしゃるかもしれません。しかしご安心ください。マレーシアはかなりの IT 国家です。我々ね、インターネットで困ったことないよね。ないね。それくらいめっちゃ早い。どこでもネットがつながるし、もうカフェ行けば Wi-Fi を貸してくれるし、それが非常に早いということなんですが、なんとマレーシアの方のインターネット利用率というのは実は 96.8% と。若いからかな。非常に高い。それは大きい。非常に大きい。例えばね、うちの母はほとんどインターネットしないけども、マレーシアは国民が非常に若いのでやるということがあります。一方日本は 86.2% ということで、実はマレーシア人の方がインターネット利用率が高いというデータが出ています。SIM もすごいもんね。SIM もすごい。いろんなプランもあるし、早いし。早いので、ぜひね、そういったものは安心していただければというふうに思います。それではマレーシア移住前に知りたかったこと、10番目は春節がすごすぎるということです。春節祭ね。このね、春節というのは中国の旧正月のお祭りなんですが、マレーシアはですね、中国の方々、華僑の方々が全人口の 20% 以上というふうに言われています。ですから非常に中国文化が盛り上がっている。しかもその春節の休みの時はですね、だいたい1月の後半から2月なんですけども、もうマレーシア中のショッピングモールがもう大盛り上がりですよね。ほんとそう。そこら中にその蛇の飾りがブワーってあったりとか、しかも大規模ななんかもうデザインで、結構長いよね。日本ってさ、正月ってさ、もう三が日で終わってまうやん。すぐ終わるけど、春節って1ヶ月とか2ヶ月ぐらいやってない。そうね。とにかくだから中国の方もマレーシアに来て楽しんだりするので、その方向けにしっかり春節の、おもてなしをしているので、もうぜひね、ショッピングモールその時期に行っていただきたいんですが、もう赤と金。すごいよな。赤と金が。ほんまにそこら中が。これはね、もうショッピングモール何も買わなくても楽しめるんで。そうやな。スーパーもそうやしな。そう。ぜひこの時期に、マレーシアを訪れてみてはいかがでしょうかと。あとさ、花火とかもめっちゃ上がったりとか。そう。いろんなところでどんどんなんか、うちのマンションの近くでも上がってたもんね。花火街中で上がるので、ぜひ今ね、動画あるのでこちら見ていただければというふうに思います。夜に上がってます。しかも1週間ぐらい上がってました。それではマレーシア移住前に知りたかった17のこと、その11個目はこれはやっぱり SIM カードについてお話ししておきたいと思います。この SIM カードについてはね、旅行者に対しても移住者でもとても大事なことだと思います。で、旅行の場合ですね、空港で売っているツーリスト SIM というのを購入するか、日本だったらアハモというね、ドコモがやっているものであれば30ギガまで追加料金なしで使えるので、便利ですということで、海外ね、よく旅行する方ならアハモがいいかなというふうに思います。長期滞在だったらね、直接通信会社のカウンターに行って設定してもらうっていうことができるので、そういう風にやってもらうのがおすすめかなと思います。そうですね。主な通信会社としては3社あります。マキシス、セレコム、ディジーというところですね。私たちが契約したのはセレコムのプリペイドタイプの SIM っていうやつです。最近セレコムディジーという形でね、合併したようなので、こちらのものが結構お買い得であり、スピードもバッチリでエリアもバッチリと。そう、スピードが100メガ。そうですね。で、55ギガまで使えて、なんと料金が1200円ぐらい。日本と比べたら半額以下という感じになってますね。とんでもなく安いよね。先ほどの3社ならエリアとか速度とかともに問題なしだからね。そうですね。SIM カードというのを大体コンビニでも買えちゃったりするんですが、最初は設定とかもあるので SIM カードの販売店に行ってそこでね、携帯渡してやってもらうのが一番いいかなというふうに思います。楽やね。で、大事なことはパスポートが必要です。そうですね。ちょっとね、この件に関して我々のトラブルも含めて、携帯のね、契約状況を見ていただきましょう。
まさかの現金のみの支払いで現金の待ち合わせがなくて、こうたんが ATM に行ってキャッシングしに行きましたしかも日本円も今日持ってきてなくて、両替行こうと思ったら日本円もないしなので、これ多分どこも結構そんな感じなんちゃうかな。忘れちゃったけど現金のみっていうところじゃないかなと思うので、皆さん気をつけてください。いろいろありますね。これでいけると思ったらないパターンっていうのは結構あるんで、これが海外生活の大変さでもあり楽しみでもありという感じになってます。はい、無事にネットが洗えてネットが確保されました。これ結構でかいんですよね。やっぱり SIM カードでは生命線ですから、グラブ読むにしても外で何かやるにしても常にやっぱり SIM は必要ですから。よかった。サイバーズあってよかったです。なぜクレジットを使えない？でも大体そうじゃない。いつも現いや金やった。前はこちらに本店があったのよ。セレコムの。今は多分支店みたいななんだろう、フランチャイズ的なやつだから使えませんみたいなもんだと思います。よかったね、払えて。さらにトップアップと呼ばれる携帯料金を支払うことができるんですけど、それをコンビニでできるんですよね。でその動画があるのでぜひ見ていただければと思います。このピンナンバーを、アプリに入れればトップアップができる。へえ。前まではカード連携してトップアップできたりとかもしたけど、もう最近厳しくなって、日本のカードがダメになって、日本のカードは日本というか外国のカードは使えませんってなってしまったので、こういうコンビニでお金払ってトップアップする方式になっております。リアピンってやつでやっていきます。ピンナンバーを入れていく。さてちゃんとできるか。お、できたっぽい。ネクストが黄色になっている。こういった感じですか。サクセス。おー、来た。もう一緒にしてできた。すごくね。それではマレーシア移住前に知りたかったこと、その12はにゃんこ天国、猫天国。イエイ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 。これはもうタイミさんの QOL 爆上がりとそう、本当に大事いうことで、猫が本当にたくさんいます。いろんなとこいるよね。たまらない。だからまあ猫好きのあなたはぜひね、マレーシア行けばそこら中にいるし、結構人慣れしてるね猫もいるので、なんか寄ってきたりとか触らせてくれたりという形があるので、ぜひね、この猫、ちょっとお楽しみいただければと思います。はい。マレーシア移住前に知りたかったこと、その13はクレジットカードがかなり使えるということです。確かにめっちゃ普及してる。もしかしたら日本よりも使えるかもしれないよね。そうかも。日本はまだなんか定食屋さんのローカルのとこだったら結構現金でとか、うちは現金ですみたいなとこありますけどね。確かにマレーシアで使えなかったとこってあんまないよな。そうね。屋台ぐらいから。そうね。だから東南アジアではもうシンガポールとマレーシアでダントツにこのクレジットカードが使えるところです。あとQR 決済みたいなのがさ、現地の人たちは進んでるから、屋台も QR でみたいなさ、そうね。そんなんなってるから、まあなんていうの、この旅行者とか短期移住者とかはそれ使われへんやん。銀行ないと無理やから。でも逆に屋台行かないんじゃない？そうやな。旅行者の場合は。そうか。でもなんかとにかくクレカ、我々はクレカ使えるけど、長期でもう完全に住んでいるっていう人たちは QR 使ってやってるから、もはやキャッシュレスじゃない、完全に。とはいえたまに現金が必要なことがあります。その場合の両替も空港両替というのはまずレートが悪いのでやめた方が良いです。でまた銀行カードでの ATM 利用、これは手数料が高い場合があるので注意が必要です。街の両替屋さんがおすすめだよね。そうですね。それではマレーシア移住の前に知りたかったこと、その14はショッピングモールがでかくておしゃれですごすぎるということです。もう最高やんね。我々の言ったパビリオンショッピングモールとか、スーリや KLCC などのショッピングモールはとにかくでかい。すごいよね、あのサイズ。日本でないんちゃう、あんなサイズ。ないと思う。イオンモールじゃない。だからイオンモールとちょっとだからターゲット層が違うというか、全く違うよな。イオンモールはやっぱりファミリー向け、だけどこちらは若者の独身の人がねすごく多いので、それが我々向けというか楽しい感じでね。建物の作りが全然違うよな。エンターテインメント化されてるというかね、催し物もいっぱいあるしお祭りっぽくなってるし、なんかすごい凝ってるから、多分みんなもうモール行くだけで女子とかも大喜びするんちゃうかな。そうね、欲しいものもあるしおしゃれさがね、違うなっていう感じですよね。あとサイバージャヤの我々がいたタマリンドスクエア、これももう癒しの空気で、
本当に最高のショッピングモール、なんかまたそれもそれで趣向が違うというかさ、あんなおしゃれリラックス系ショッピングモールもなかなかない。見たことないよね日本だって4階あって木がボーボーに生えていてないよな。その中でお店がたくさんあってみたいな土地の余裕さであれが出来上がってんのかな。それぐらいなんか違うなってすごい思うね。マレーシア移住する前に知りたかったその15はダイソーがやっぱり便利という感じです。確かにダイソー結構あるよな。結構ある。結構大きなショッピングモールが大体入ってるという感じで我々も行きましたけれども、マレーシアのね、このダイソーは実は100円ショップではなくて180円ショップぐらいですね。そうやな、ちょっと高くなってる、マレーシアの方が高いという感じになっておりますが、地元の人に支持されていて、やっぱり日本のクオリティすごいなというふうに思いますよね。しかも安いよね結局。そこで買ったとしても便利グッズとかさ、マレーシアでないやん。そうだからもうなんか困ったことがあればひとまずダイソー行っとけば、我々日本人は生活になんか必需品というか必要なものは、買えるんちゃうかなって感じだね。何でもあります。ワックスロス。ブランドバッグみたいにダイソーバッグ、絶対日本やったら恥ずかしくてもしたくないし。言っちゃいましたね、ダイミさん。どう思います？だってこれ日本でこれ持ってたらちょっとさすがに。ダイミさん言っちゃいましたね。こっちではブランドになってるんじゃない？ジャパンですからね。どう思いますか？私は素晴らしいと思います。持って歩くの？私は持って歩きたいと思います。絶対持ってないくせになんで私は本当にいい会社だなと思って、持って歩きたいの、みんな自慢して回りたいなと思ってます。別なんです。これほら見て、このほら多分日本人のリカちゃん、リカちゃんってエリちゃん、エリーちゃん出ます。めっちゃ正解ブランド。ちょっとスタイルからもう表情から。でも顔はちょっと可愛いけど髪型からやばいなこれ。それではマレーシア移住する前に知りたかったことその16はミスター DIY がすごすぎるということです。これ東南アジアに来るときはぜひともお勧めしたいこのミスター DIY というホームセンター、なんと世界中に2500店舗すごいね。以上あるとめっちゃあるやん。いうことで、本拠地はマレーシアです。ホームセンター版ユニクロみたいな感じで、割と質がいい、商品のものが、安く売ってるということなんで、私はこの商品を信頼してます。日本でいうと何かな？日本でいうと江南か。江南がちょっとさらに安い感じ。そうやな。なんか暗。あ、ここはちょっと暗いな。電気暗。これ暗いな。なんか急に電気暗いし、びっくりした。あれ？ここはいつもの DIY と、じゃありません。いつもの DIY と違う。ちょっと明るくて綺麗で。なあ、今日今暗いな、すごい。小さい。びっくりや。こういう電気的な製品もあるし。どこでも助けられてるよね。マレーシアでもさ、ベトナムでも。いろんなところでここで助けられてるよね。あ、ボトルね。ウォーターボトルを今日は買いたいと思います。はい、じゃあこれにしました。値段チェッカーあったさ。これ値段チェッカーがあるっていうのがいいよね。値段チェッカーで便利なんですよ。このプライスチェッカー、はーい、やってみてください。やってみます。115バーツで出ました。115バーツパッチ出ました。500円ぐらいですね。はい、これも。149バーツ。これは650円ぐらい。便利ですよね、これ。じゃあそれにしよう。目的のものがいろいろ変えています。エアビーに足りないものはこうやって調達しています。これはなんとですね、素晴らしい店なので、世界中で2000店舗以上あります。めっちゃ多いやん。もうだから日本のどのホームセンターより店舗数はあると。世界最大級。最大ではないらしいんだけど、最大級ですね。でマレーシアと主にタイにあります。微妙だけど悪く。それではマレーシア移住前に知りたかったこと最後17つ目はもしあなたが迷っているならマレーシア移住絶対にした方がいいということです。それぐらい我々住んだからわかる、もう自信を持っておすすめできる国です。とにかく気候が最高、食事も美味しい、人々は優しい、移動が安い、住居費もいい、いろんなもういいことがたくさんあります。気候が安定している、人が優しい、英語もねあるし、教育移住もあるし、
もういろんなことで、私ももしね、子供がいたら、絶対にね、マレーシアに住んでるなというふうに思うぐらいのところなので、ぜひね、一度経験してみて、合う合わないを判断して、そのままね、永住するか決めていただければというふうに思っております。プチ移住おすすめです。プチ移住おすすめですね。本当に1週間2週間できれば1ヶ月ぐらいいると大体わかるかなというふうに思います。というわけで以上本日はマレーシアに移住する前に知りたかった17のこと、マレーシア移住完全版をお送りいたしました。この動画が良かったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録お願いいたします。それではまた世界中でお会いしましょう。さよなら。動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。See you around the world.